Alright, we are going to make tea, we're going to pluck tea. So this is Ryunohara, the lower part, and we are going into the forest now. 行きましょうか。OK なぜこれ後でこれの使い方見せてあげる。これ yes. He'll show you what he'll do with this thing later. はい。Okay. Okay. 白茶にする、一番シーズンの一番最初このトップに出ます。これが、早く成長して、3日あと、例えば、この下のこれがもう少し、成長してこれぐらいになったらベストで取ります。でこれはその時もっと大きくなって硬くなります。だから今のこのシーズン先に出たものだけここで先に取ります。これを例えばこれでゴミを落とす。ゴミを落とすのと、あとここにヘビがいる時があります。ヘビがいて噛まれる時があるから、そしてこれ見デンジャラスはい。あうちあとこれ500ぐらい。Good smell. Tea master style.
奥野さんの紙ですね。奥野さんの紙です。奥野さんについてちょっと紹介してくれませんか。龍神村に、移住、大阪から移住してきてもう30年。彼は、龍神村に、昔からあった、紙、和紙と言いません。紙って言います。三字紙、三字、山の道、三字紙、三字という名前は昔の龍神の、名称。三字の紙、和紙とは言いません。三字紙、これはもう江戸時代とか昔からすごくみんなが作ってました。そして彼はそれを、もう一度その伝統の工芸を守ろうと、アーティストですね、彼は。そして彼は和紙を作るのと、それからその和紙で彼の、アート作品を、作ってます。この和紙、紙、山の、中のお茶の、近くに、コウゾの木がたくさんありました、昔。そしてコウゾの葉っぱが夏は、今大きくなります。そして直射日光を、防ぎます。だからお茶と、このコウゾから作った紙、これは私にとって全部最後の仕上げ。そしてもう一つ、この和紙、紙ですごく厚い袋を作ります。そしてここにできたお茶を入れます。そしてそのまま保存します。これはこの葉に少し、ストレスを与えています。ストレスを与えすぎると、発酵が早くなるんで、そんなにストレスを与えない。少しでもストレスを与えます。そして手で揉まない。竹のざる。手で揉むと発酵していきます。これで香りが少し変わってきます。いい香りが出てました。そして少し、時間が経つと柔らかくなります。2時間3時間ぐらいですかね。そう。カーブします。柔らかくなってる。そしたら今度柔らかくなったらこの和紙の上に干します。力入れない。揉んではいけない。ストレス軽くマッサージ軽い。和紙に干すのは理由、少し触ると分かります。温かいです。少し和紙は温かいです、触ると。そして、通気性がすごくいいです。これはお茶の葉が重ねておくとこの中温度が上がります。そして発酵します。紅茶とか作る時は
発酵させてもいいと思います。でよくわかるのはここの中に手を入れる。あったかい。少しこれが発酵し温度が上がってきます。発酵させないのは重ねない。これがベストです。そしてもう一つの理由、発酵すると色が少し赤くブラウンになります。これはこの新鮮なグリーンを残したい。だから発酵をさせない、温度を上げない。そして太陽の下ではなくて涼しいところでこの作業をする。それがベスト。これで2日、太陽の下じゃなくて、陰干し、約2日で、陰干しして、乾燥させます。そして、最後3日目、強い太陽の下に、干します。多分強いと2時間3時間、それ以上と色が変わります。3時間ぐらいでベストです。それで、完成。その時の、香りがすごくいい香りです。でこれはもうシーズンで一番最初に、量は少ししかない。とても貴重なものです。